日本語耳ポッドキャストへようこそ。マリエです。このポッドキャストでは皆さんの耳を日本語耳にするためにいろいろなことを自然なスピードの自然な日本語で話していきます。トランスクリプトと英語の訳はウェブサイトから見ることができます。今日のトピックは温泉とタトゥー文化についてです。日本語耳ポッドキャスト。皆さん、温泉好きですか？私は大好きです。私は温泉が大好きなので、日本に帰るときには、できるだけ一泊だけでもいいから温泉がついている旅館に、いつも泊まりたいなと思っています。私にとって温泉とか銭湯っていうのは、なんだかすごく日本を感じられることの一つでもあります。こういう大きいお風呂、公衆浴場っていうのは、もちろん日本だけじゃなくて、世界各地いろいろありますよね。韓国にはチムジルバンがあるし、トルコにはハマムがあったり、フィンランドのサウナも有名だし、ハンガリーとかアイスランドにも温泉があります。ドイツとか私が今住んでいるオランダにもスパと言って、そのウェルネスセンターみたいなのがありますね。ちなみにオランダのスパは通常水着なしでも男女混浴です。はい。なので、みんなで裸で男女一緒に入ります。だから、ちょっと私は最初びっくりしてしまったんですけど、あれほどエロティックな感じが出ないっていうのも、逆に感心するぐらい、全然エロティックさはないですね。素晴らしいよね。普通にリラックスして入ることができました。なので、世界各国、日本だけじゃなくて、いろいろなところにこういう風に大きいお風呂、みんなで一緒に入れるような大きいお風呂っていうのはあるんですけど、でもやっぱり日本のお風呂ってなぜか少し違う気がします。なんででしょうか？温度が高いからかな？日本の温泉とか銭湯とか、そういう公衆浴場っていうのはすごく設定温度が高いと思います。それだけじゃないような気もするんですけど、なんだかやっぱり温泉とか銭湯って日本をすごく感じられるんですよね。日本で温泉に入ったことがある人はもしかしたらこの気持ち分かってくれるかもしれません。今日はそんな温泉とか銭湯とか、そこからつながって、最後の方にはタトゥーの話をしていきたいと思っています。まず、皆さん、温泉と銭湯の違いって分かりますか？簡単に言うと、温泉は天然の温泉水を使っているところです。地下から自然に湧き出てくるお湯を使っています。だから場所によってお湯の成分が違います。硫黄の匂いがするところとか、水が白く濁っているところとか、いろいろあります。そして日本には約3000近くの温泉地があります。日本は火山が多い国だから温泉もたくさんあるんですね。その地下からお湯が湧き出てくる場所のことを源泉と言うんですけど、その源泉はどこに一番多いかというと、大分県です。ダントツで大分県が多いそうです。大分県にはなんと5000以上の源泉があるそうです。別府とか湯布院とか有名な温泉がたくさんあります。別府温泉に何年か前、2、3年前に私は行きました。その時も本当に良かった。肌がスベスベになるだけじゃなくて、髪の毛までうるうるになって、本当に気分最高でした。2位は鹿児島県、3位は静岡県だそうです。日本には日本三名泉というのもあります。これは日本の名湯とされている3つの温泉のことです。群馬県の草津温泉、兵庫県の有馬温泉、岐阜県の下呂温泉。この3つです。どれも歴史がすごく深い温泉のようで、江戸時代以前から人気があったそうですよ。草津温泉は恋の病以外は全部治ると言われるぐらい、すごく効果効能が高いお湯だと言われています。私は去年初めて草津温泉に行ったんですけど、その時もやっぱりお湯が良かったです。肌がすごくツルツルになりました。あとの2つ、有馬温泉と下呂温泉は、私はまだ行ったことないんですけど、有馬温泉は日本最古の温泉の一つだそうです。下呂温泉は美人の湯と呼ばれるぐらい、お肌がスベスベになるということで評判だそうです。温泉はこういうふうにすごく体にいい効果がたくさんあるということで、昔から病気や怪我を治すためにも使われていました。湯治と言って、温泉地に長期間滞在して体の不調を治す日本の伝統的な療養法があります。1週間とか2週間とか、長い人だと1ヶ月ぐらいとか、長期間温泉地に滞在して
毎日温泉に入って療養するそうです。昔の人はいろいろな体の悩みを抱えて湯治に行っていました。そして湯治というのは温泉に毎日入るだけではなくて、静かで自然に囲まれた温泉地でゆっくりとした時間を過ごすということです。体にいい温泉とそういう現実から離れたゆっくりとした時間、それが合わさって体が元気になるんですね。これってまさに私たち現代人にすごく必要な時間ですよね。今でも湯治ができる温泉地というのは結構あって、一人で安く長く滞在できる湯治プランというのが調べてみると結構たくさん出てきました。自炊ができる宿とかもありましたよ。あまり長期では滞在できないという人には、プチ湯治というのも人気があるみたいです。週末だけとか2泊3日とか、そういう短い滞在で湯治気分を味わえるような、そういう温泉旅館もあります。温泉の成分によって効能が違うから、自分の体の悩みに合わせて温泉を選ぶこともできます。温泉は天然の湧き出てくるお湯を使っているんですけど、銭湯って言ったら普通の水を沸かしてお湯にしてお風呂に入れている公衆浴場のことです。昔は家にお風呂がなかった人が多かったので、銭湯に通うのが普通でした。1968年のピーク時には全国になんと1万8000軒も銭湯があったそうです。今は家にお風呂がある人がほとんどなので、需要が減って現在は3000軒以下にまで減少してしまったそうです。でも今はもっとレジャー性が高いスーパー銭湯というのがあります。スーパー銭湯は普通の銭湯よりも大きくて、いろいろな種類のお風呂があります。露天風呂、ジェットバス、電気風呂、炭酸泉、岩盤浴、サウナ、とにかくいろいろあります。それから食事ができるスペースとか、マッサージとか、赤すりとか、漫画コーナーとかもあって、一日中楽しめるようなレジャー施設になっています。カップルや家族連れにもすごく人気で、料金も普通の銭湯より少し高いけど、でも1200円から1500円ぐらいかな。それぐらいで入れるところが多いと思います。私も前回日本に帰った時、友達とスーパー銭湯に行きました。いろんなお風呂に入りながら、たくさんおしゃべりをして、サウナに入って、そしてお風呂上がりには美味しいビールを飲んで、最高のリラックスタイムでした。さて、ここで皆さんに質問ですが、温泉や銭湯、あるいはホテルの大浴場などの公共のお風呂に入る時のマナーって皆さんしっかり分かってますか？結構入り方のマナーがあるので、それを少し説明したいと思います。まず、脱衣所。脱衣所というのはお風呂に入る前に洋服を脱ぐ場所のことですけど、そのエリアでのスマホの使用は禁止です。盗撮していると思われたら困るのでね。もちろんお風呂場にも持っていったらダメなんですけど、脱衣所でちょっとスマホをいじったりなんかしていると、周りの人がちょっと警戒するような感じがあります。そして大体こういうお風呂に行くと、バスタオルとフェイスタオルを渡されると思うんですけど、風呂場に入るときには、バスタオルは脱衣所に置いておいて、その小さいフェイスタオルを持ってお風呂場に入ります。そしてお風呂場に行ったら、早速湯船に浸かりたいところなんですけど、湯船に浸かる前にまず体を流します。これは実は自分の体のためでもあって、まず体をお湯に慣らすという意味があります。特に効能が強い温泉だったらなおさら、体に少しお湯をかけて入る前に体をお湯に慣らしてあげた方がいいです。その体を流す時とか洗う時には周りの人に水がかからないように気を使います。子供の時、私もお母さんとかおばあちゃんに、そんな風にやったら後ろの人に水かかっちゃうでしょ、気をつけなさいって言われたりとか、ちゃんと座って周りの人に水が飛ばないようにしてねって言われました。で、体を流したら湯船に入ります。湯船に入るときにはタオルとか髪の毛を湯船につかないようにするのがマナーです。ちゃんと髪の毛を結んでお湯につかないようにしたり、あとタオルは湯船の端っこに置いていたり、あとは頭の上に乗っけている人がたくさんいます。タオルを頭に乗せてる人ってよくいるんですけど、私子供の時変なのって思ってたんです。でもあれって実は結構理にかなっていることだそうで、その冷たいお湯でタオルを絞って頭の上に乗せることで、のぼせるのを防止しているそうです。裸で恥ずかしいからって言って、タオルで体を隠したまんまお湯に入ってはいけません。それは本当に周りの人にちょっと嫌がられちゃいます。やっぱりみんなでシェアするお湯なので、タオル入れたりとかして汚くしてしまうのはちょっとルール違反になります。
あとはおしゃべりをしていてももちろん全然大丈夫なんですけど、すごい大声で話したりとか、あとは叫んだりとか、そういうことはやっぱりしないですよね。そしてお湯船に浸かって温まってから、その後に体とか髪の毛を洗ったりするんですけど、その時もやっぱり周りに迷惑がかからないように、ちゃんと椅子に腰をかけて座りながら洗います。そしてその使った椅子とか桶は使い終わったらちょっと流して元の位置に戻すっていうのも暗黙のルールです。それで体を洗った後にまたもう一回湯船に浸かるというパターンの人が多いと思います。そして全部終わって最後脱衣所に戻るときには、その脱衣所に入る前にちゃんとフェイスタオルである程度体を拭いてから上がります。そうしないと脱衣所がびしょびしょになってしまうので、お風呂場の出口あたりのところでみんな体を拭いてから上がります。これも私は子供の時、おばあちゃんとお母さんから、もっとちゃんとしっかり拭きなさい。そうしないと脱衣所がびしょびしょになっちゃうでしょって言われました。なんかこうやって説明すると、なんかルールだらけでめんどくさいって思うんですけど、日本人の子供はやっぱり子供の頃から親と一緒に温泉とか銭湯に行くたびに、いろいろと注意を受けながらお風呂に入る訓練をされているので、なので体に染みついているというか、みんながこのルールをしっかり分かってるんですよね。日本で温泉とか銭湯に行くたびに、たくさんの人がお風呂に入っているのに、すごく綺麗に保たれていることに結構驚かされたりします。そしてもう一つ有名な大きいルールがありますね。タトゥー禁止です。日本の公衆浴場ではタトゥーがあると入れないところが多いです。これも最近変わってきてはいるんですけど、でもまだまだ厳しいところが多いと思います。タトゥーお断りと書いてあるのを見たことがある人もいるかもしれません。ここでちょっと日本のタトゥーについて少しお話ししたいと思います。カタカナでタトゥーって書くのと、あとは入れ墨という言葉があります。この2つは同じ意味で、両方とも、タトゥーのことです。タトゥーは洋風でファッションとかアートとしての意味合いが強くて、入れ墨は和風でヤクザのイメージがあって大きいものが多いというふうに区別をして考えている人もいるみたいなんですが、実際のところはタトゥーと入れ墨っていうのは同じ意味です。で、なんで公共のお風呂でタトゥーがダメかというと、これには歴史的な背景があります。日本でもタトゥー、入れ墨の歴史は結構深くて、古代から存在していたと言われています。奄美群島から琉球諸島にかけての地域では、女性がハジチと呼ばれるタトゥーを手に入れる習慣があったり、アイヌの女性たちも唇の周りとか手にタトゥーを入れていたそうです。そして江戸時代になると、この入れ墨文化はさらに広がります。飛び職、飛脚、火消しの人、そういうようなふんどし一丁で仕事をするような人たちの間で、タトゥーを入れること、入れ墨を入れることが流行しました。特に火消しの人たちは、火事で命を落とした時、顔がわからなくなってしまったとしても、入れ墨で見分けがつくというような結構実用的な意味もあったそうです。当初街のヒーローとしてすごく慕われていた火消しの人たちが、様々な柄の入れ墨を入れていて、それが江戸の花であると言われていたりもしたそうです。狂客と呼ばれる、ヤクザの原点とも言えるような、すごく義理人情に熱い人たちも入れ墨を入れていて、これは浮世絵にも描かれていたりします。このように江戸時代は入れ墨が粋だったわけなんですけど、同時に犯罪を犯すと犯罪者にその刑罰として入れ墨を施すというような刑もあったそうです。その後時代が変わって明治時代になると、日本が近代化する中で入れ墨が禁止になりました。欧米並みの文明国家を目指すために、入れ墨は恥ずべきことだとされました。それでこの入れ墨文化がどんどんアンダーグラウンド化していって、それが現代にも残る入れ墨イコール良くないことっていうイメージにつながっていったんですね。そして戦後人気映画、ヤクザ映画が流行った時に、映画の中でヤクザの人たちがすごく立派な入れ墨を入れているのがたくさん出てきたので、それも入れ墨イコールヤクザというイメージが日本人に定着した理由でもあると言えます。だから入れ墨、タトゥーを見ると、ちょっと怖いって思う人がいるんですね。
温泉は家族連れだったり、お年寄りがいたりとか、いろんな人が来る場所だから、他のお客さんが怖がるかもしれないからという理由で、タトゥーお断りにしているところが多いんです。でも、日本人でもファッションとしてタトゥーを入れている人が増えてきたし、私も実はいくつかタトゥーがあります。そして、外国人観光客も増えてきているので、タトゥーに対する偏見っていうのは少しずつですが薄れてきているとは思います。温泉とかに入るためにタトゥーを隠すシールなんていうのも売られていたりします。まあそのタトゥーのシールを貼って隠せば見えなければ OK っていう結構日本らしい妥協案だとは思うんですけど、まあでも他の人に威圧的な感じを与えなければいいわけだからね。そしてシールで隠しきれない人にも貸し切りの温泉というのがあります。まあ時間は決まってると思うんですけど、その時間貸し切りでプライベートで使うことができる、お風呂です。私も貸し切り温泉に入ったことがありますけど、そこまでそんなに小さいお風呂じゃなかったし、すごく良かったですよ。どうでしょうか？温泉とタトゥーについて今日はお話ししました。温泉の入り方についてのマナー、皆さんすべて知っていましたか？そしてタトゥーについても皆さんはどう思いますか？そして皆さん自身の温泉エピソードなんていうのがあったりしたら、ぜひ、教えていただけると嬉しいです。日本語耳は YouTube、Spotify、Apple Podcast で見たり聞いたりすることができます。トランスクリプトと英訳はウェブサイトにあります。そして、この日本語耳ポッドキャストをより多くの人に届けるためにも、もしこのポッドキャストが面白いなと思ってくれたら、ぜひ、レビュー、評価を残していただけると嬉しいです。日本語耳ポッドキャストは毎週木曜日の更新です。ではまた来週。じゃあね。